やっぱり戻ろうよ。
りで泊まっておく？はい。
助けてくれてありがとう、ニキさん。危ないところだった。でもニキさんとモモはどうして元の姿のままなんだ？せっかくもてなそうと思ってたのに、これじゃ絵の中に招待できないじゃんか。気にしないで。ちょっと潔の用があって修築さんに会いに来たの。ニキさん？ニキか。こんなに大きくなって。いや、それよりもどうしてここに？雨に濡れた人たちが行方不明になってて、いろいろ調べてこの場所にたどり着いたんです。みんなを連れて帰る方法を知りたいんです。修築さん、何か手がかりはありませんか？俺もあまり多くは知らない。白鷺となってからそこら中を飛び回って脱出する方法を探した。だが目に映るのは終わりなき絵の天地ばかり。その後は他の絵となった生き物たちと対話を試みた。すると山や川、楼閣、行き交う人物とも言葉を交わせた。彼らも俺と同じく単星島からやってきた生き物たちだったんだ。だがそうなると炭になった桑や消えてしまったカゴは一体どこに行った？もしかすると単星島そのものが巨大な絵巻で、生き物は勃根があるからこそ絵の中に存在し、転生する機会を待っているのかもしれない。つまり全てのものは炭から生まれて、魂を持つ存在だけが転生できるってことですか？その通りだ。藁にもすがるってやつだな、じいさん。そんなの物語の中でしか聞いたことないっての。神秘なる絵師が天地を描き、僕の住む万物に魂を宿すって結局作り話じゃんかよ。俺は憶測で話しているわけではない。かつて単星教をめぐり出口を探そうとしたことだってある。そしてたどり着いたのは果てしなく深い、全てを飲み込むような牧地だったんだ。あの牧地は俺たちにとって重要な意味があると俺は感じている。万物が炭によって生まれるなら、牧地こそその根源ではないのか。ただ何度も牧地に接触しようとしたが全くうまくいかなくて、だから炭を盗むという手段に出るしかなかった。自分の勃根を補ってもう一度娘の元に戻るために。おい、変なこと言って驚かすなよ。多分全部が間違ってるわけじゃないと思います。村にいた時、私は単性スキルを使って物を直すことができました。でも先生の炭をかき足そうとした時は失敗した。それって修築さんの言う勃根と関係があるのかも。生き物以外を炭でかき足すことはできても、生き物をかき足すことはできない。一番大事な勃根が欠けてるから。何？
健康までここに来ているだと。それにニキ、さっき君が言っていた単性スキルとは。ニキが筆を振ればいろんなものを直すことができるんだ。ニキはすっごいんだから。そうなると牧地の力を借りれば絵の中の生き物たちを元に戻せるかもしれない。私も同じことを考えてました。今すぐ牧地を見に行ってきます。そこの墨を使えばみんなの墨痕を書き足せるかも。本当に行くのか？俺は同行できないが、くれぐれも気をつけてくれ。でないと君の先生に顔向けできない。大丈夫です。私は人の姿のままここに来れたんですから、その牧地だって拒まないはずです。それにモモも一緒ですから。ニキさん、もし元の世界に戻れたら感謝の言葉もないぜ。じいさん、今回はニキさんの顔を立てて墨を盗んだことは忘れてやるよ。だけどもう二度と変な真似はするなよ。なあ、恩に着る。その言葉絶対に忘れない。